よろしくお願いします。毎度です。また日野井さんが来てます。どうも。トゥイグスさん、ジェニー・トゥイグスさんがちょうどいい時期にハロウィンのイメージを投稿してくれました。本人が解剖学とその服のシワのアドバイスは頼んでいますが、はいはい。世界観がいっぱいちゃんと雰囲気が出てますが、私にとって影の付け方とかライティングとか興味ありますので何か書いていただけますか？じゃあ全身を描いて、はい、こういう影の付け方はどうですかって感じでやってみますか。じゃあお願いします。では最初は今回多分頭の位置を決めてから、まあ足はこんくらいで、おこんな頭身もうちょっと高い方がいいかな。アドバイス動画でよくあることは顔を描いたらもう足結局ページアウトになっていく。最初からね長さをこれぐらいにしましょうって決めとけば。そうですね、いいアドバイス。ハロウィンのカゴを持ってるから。これかぼちゃでも持たそうかなと思って。いいね。かぼちゃといえばもうすぐアメリカの Thanksgiving になるので、コストコでなんかパンプキンパイは美味しかった思い出があるから買いに行きたいな。茶色いパンプキンはあんまり美味しくないんでしょね、そのまま食べないけどそのパイにしたらめっちゃ美味しい。あ、そうなんだ。コストコにあるのでぜひ機会があれば。まあ自分が食べるのはかぼちゃの煮付けかな。まあ伝統的な日本料理ですわ。ほら硬いから煮ないと。なるほど。海外の人が日本に来るとなんかあれなんでかぼちゃが緑なんだ結構驚きます。その分結構甘いから。ジャック・オ・ランタンを作ったことありますか？いやーないかな結構楽しい。子供の頃はそういう習慣はなかったからプラスチックのナイフでもかぼちゃ切れるんだ。思ったより全然柔らかい。あ、そうなんだ。いや日本のかぼちゃはね包丁が折れるんじゃねえかってくらい硬いから皮がでも日本はそういうナイフを作る文化が強いし。いやいくら包丁頑丈でもねあれ割るのほんと力いるからかぼちゃ食べたい気持ちになってるけど本当はハロウィンはお菓子の話するべきだよねキャンディー。今気づいたんだけどその本人の絵の中でたい焼き食べてるんだ、食べてますね気づかなかった。トリックオアトリートしても日本のなんか和菓子もらったのかな。こういう巻き方は初めて見たんですけど、たい焼きをなんか真ん中辺だ、そうですねそっか、その巻き方はメインキャラクターの服に合わせてるか。ドレスのを描いてるところなので、こういう風に完璧になんか A の形に膨らむドレスはあんまりないですかね。どうなんだろう、素材によってはって感じかな。まあ昔みたいにねこうスチール製の本当こんなの履いてとかね、内側に、そうだね。入らないんだったらこういう形にしててもあるところで1つくらい大きな折るところとか入れた方が自然なのかな。どうなんでしょうね。まあ本人のスタイルで描いた感じだと入ってないんですね。まあキャラクターには合ってるしいいんじゃないですかね。そうですね。いいですね。こういうところに本人が聞いてた服のシワの入れ方とかこういうところは特に入れるとそれっぽくなりますね。これもちょうどこういうポーズのシワの入れ方の動画はチャンネルにあるのでぜひそれも見てください。みんな今の描いたシワはどういう理屈で出来上がるんですか？ここがここまですぼまってるんですよ。
そうですね。なるほど。じゃあそのウエストのところでなんか縛ってるからそういう風に集まる感じですか？実際はまあこんな感じなんでしょうけどね。そうですね。布を広げると。ただシワが一つも寄らないっていうのは不自然すぎるから、こういうところで帳尻で合わせておいてるだけですけど。なるほど。さて影をつけていきましょうか。OK。おお、結構怖い顔してる。いいですね。じゃあエプロンに笑ってるようなハッピージャックランタンと持ってるちょっとヴィランっぽさが出る。赤を使って今はハイライトですか？じゃあ髪の毛のハイライトですね。もう3つの色使ってます。赤と青とオレンジ。オレンジは肌色として使ってますね。首の下とか目の上のところとか前髪の下のところ。青は服の影ですか？生物と無機物。なるほど。ああ。じゃあやっぱりエプロンはスカートにくっついてない影はできるして、帯の下のところとか下の方に入れるだけで結構髪の毛が立体になりますそしてかぼちゃにつける影はちゃんとかぼちゃのデコボコした形を反映 しながら入れる方がいいですね。おお、溝に入れる感じ。こんなもんかな。いいですね。ありがとうございます。はいはい。素晴らしい。本当になんかシンプルに入れるだけで周りの空間がもっと分かりやすくなりますね。ちゃんと光はどの方向から来てることがもっと分かりやすいし、あと形、なんかかぼちゃの立体感とか帯のところ特にフリルいっぱいついてるから、そういうところに立体感が出ますね。そして本人が聞いていたシワの話もあったし、肩のところに集まってるシワとその脇から出てくるシワとか入れてくれたし、でエプロンに本当に1本だけ大きなシンプルなシワ入れてくれたし、折るところに影も入れられる、そんなに大きなシワじゃなければ実線で描くわけじゃなくてね、影色でさっと入れとけば。なるほど。そうね。アニメは特にどの形を線画で表現するか、どの形で影で表現するか迷いますね。まあその人次第だから。まあそういう風に自分の個人のスタイルが出てきますね。靴の描き方はね面倒だろうけど、しっかり描き方を覚えておいた方が応用も効くから。何が面倒ですか？形の取り方書いてみれば分かると思うんだけど、全てが面倒だからこれをものにしておかないと何を書いてもダメそうですね。スニーカーもあるしブーツもあるし、それぞれ形が違うから。スカートから落ちる影と靴の下のところ2つの種類の影はついてるんだけど、そういう風になんか意識した方がなんか重要なのかな。その時々によるかなって。基本的に光の方向を決めて、まあ、そういう風に影を入れておく感じですね。さっき言ったようにそのかぼちゃも多分髪の毛も同じだと思うんだけど、その溝になってるところ、光が入りにくいところが結構影ができますよね。もう十分本人が描いた絵で雰囲気と空間はよく分かっていたし、こういう風にハイライトともう少しディテールがある影を入れたらもっともっと立体感とか世界観が出ますよね。じゃあ今日は日野井さんありがとうございました。どうもでした。みんな登録お願いします。コメントしてください。ではバイバイ。風邪ひかないようにね。